オス日進月歩塩田正宏です。先生、はい。こんにちは。こんにちは。今日お話聞きたいなと思ったのは、浅先生いつも手のひら大事、手のひら大事みたいなことを言われてるんですけど、何のこと言ってんだろうと思ってて、手のひらの何が大事なんですかっていうシンプルな疑問で、手のひらは手のひらじゃないんですかっていう。意味わかんないですよね、確かに。その、重要性があんまりわかんないというか、はい、細かくちょっと聞きたいなと思って。今日ちょっと来させていただきました。わかりました。はい。合気道って集中力を養えるっていうんですよ。ほう。一般的な集中力、何かをずっと続けられるということではなく、はい、その物理的に、はい、例えば手のひらのこの1点だけに自分の体重を乗せるとか、そういうことを集中力って言うんですよね。だからそれを技術的な部分にはなりますけども、はい、手のひらのここに乗せると相手が弱くなるよとか。なるほど。手のひらの部位。ここはこうで、ここはこういう効果があってみたいな。そうですね。その部位を教えていただけると。そうですね。はい、本当にいろいろ全部を使うんですけども、例えばここの母子球っていうところがありますよね。ぷくってなってるところですよね。うん。そう。ぷくってなってるところに力を乗せるとね、はい、相手弱くなるんですよ。そう、自分の軸が崩れるから。押されると弱くなっちゃうんですか？弱くなります。で、なんだろうな、手のひらの中心でもいいけども、この手の延長上の、ここに力を乗せると、相手反発してくるっていうか、力むんですよね。その力を利用させていただくというような。ここをこう力を入れると反発してくるみたいなことですか？そうですね。ここは老球って言うんですけどね。ツボでね、老球っていうツボありますよね。あとはね、これも、ここ。親指の付け根らへんですか？そう、合谷にやると相手の力また、これもなくなっちゃうんですよ。ここにかけると？そう。へえ。弱くなるんですよね。どういうことですか？ちょっと例えば、ここにこう押すと、弱くなるってことですか？弱くなります。それはね、ちょっとね、今言ってもわかんないから合気道の技で確かめられたらなと思ってますんで。なるほど。やっぱ合気道の技の中で、この手のひらをこう、効果的に使っていかれてるっていうことなんですかね。そうですね。はあ。その、手のひらのこの母子球のところを押すと、こう、弱まるよとか、その、付け根、老球のところを押すと反発くるよみたいな。こういうのって、その体系化されて、合気道、例えば道場とかに通ったりすると、教えていただけるんですか？いや、教えてくれないですね。教えてくれないですか？はい。少なくとも僕は教わったことはないですね。正先生も教わってないんですか？教わってないです。これはどういう研究の結果こうなってるんですか？いや、僕はまあいろいろもう技をこうかけることしかずっとやってこなかったし、言葉で先生に質問も、まあしちゃいけないですし、しても答えてくれないんで、なんだろう。で、僕がいろんな会員さん、ここの道場はなんか質問してくるじゃないですか。そうですね。で、いろいろかけてたら、先生、なんか、老朽にかけてんですね、とか。そこで僕は初めて老朽って言葉を知るんですけど。いやいや、生徒さんに教えていただいたっていうことですね。そうですね。すごっ。言葉はわかんない。でも、ここにかかってるから確かに弱くなるとか。研究というか、技を掛け合っていって、言語化していってるうちに、具体的に、ここにこうなんだっていうのが判明してきたっていう。そうですね。はあ、これめちゃくちゃいいことじゃないですか。いろんな武道の方の手を持たせていただいたので、ここにかかってんな。まあ、その場ではもちろん口出さないけども、っていうのはなんか、感じて、ありがたいですね。この武道ってすごい抽象的じゃないですか。ずっと稽古をしながら、ある時、悟りのように、ピキーンと技を習得するみたいなイメージがあるんですけど、やっぱこういう風に具体的に、ここはこうなんだ、これで効くんですよとか、言っていただけると、素人からするとありがたいですね。そうだと思います。僕もそうだったらいいなっていうのを、実現しようと思ってますから。なるほど、なるほど。ね、僕は10年かかったものを、もっと早くやっぱ習得できるでしょうし、ひたすらやれっていう時代ではもうなくなったんで、僕もまだ未熟ですけども言葉化できるようなことはね、頑張ってってますね。いやー、ありがたいです。僕も背が低くて、ね、うちの人腕太いじゃないですか、外国人とか。もう、ガタイがでかい人ね、いますよね。そうですよね。その人たちにがっちり持たれた時って、肘とか動かないぐらいがっちり持ってるんですよね。めっちゃ力強いですもんね。それをね、肘が緩んで曲がったりとか、そういう操作もできるようになるんですよね。それは手のひらも使ってるっていうことですか？そうですね。うわ、知らねえ、そんなこと。ちょっと、実際見せていただいていいですか？はい、わかりました。お願いします。はい、お願いします。
はい。ということで、道場の方に来ましたけども、実際に手のひらの操作で相手を弱くできるのかっていうのをちょっと見せていただきたいんですけども、はい、藤井さんと宮原さんにも来ていただいて、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい。まずね、はい、母子球のことですかね。で、母子球に当てると相手の力が弱くなるっていう感じなんですけども、こう、まあ、あやで持ちますね、右手同士。はい。そうで、大抵ってこう集中力もないから、はい、こうバンってぶつけて相手はねまた反発してくるんですよ。はい、そうですね。でもその母子球のこの1点だけに力を当てると相手弱くなるんですでも新しい人がやるとほら全体的にこうやってまた反発してくる。でもこう、はい、パッてこうかけて弱くなるっていう。三原さんどんな感覚なんですかこれ？急に相手が重くなりますね。はあ。ここ今全体だと、はい、力が入っても、はい、こう反発できるんですけど、はい、これだと急に重くなります。これ本当に伝わってほしいですね、見てる方。そうですね。秀樹の寄せでこう丸くやると、はい、当てるところを変えれるわけですよね。どういうことですか？こっち側でやりましょう。はい、だから大抵はこう強く持たれて、はい、この部分にいかないけどもちょっと指を丸くしてあげると、はい、ほら母子球の方に来るんですよ。もうこれ母子球にピンポイントで当ててる。でその後手を使ったら指にかかって外れちゃいますから、もうそしたらもうこの腕全体は何の操作もしない。ね、本当はね、背中を見た方がいいんですよ。背中？はい。で背中でね寄せるとこう寄ってくる。すごいな。これ全部で乗っけたら重いんですよ。だって僕の方が浮いちゃう。ちょっとこう当てるとこを変えて、背中で寄せるとこう。うわペンチ投げとかで使えますかね。はい。簡単みたいに言うてますけどむずいですけどね、多分ね。むずいですね。そうですよね。あとは注意ポイントとしては、こう当てるときに、なんだろう、この持たれてる手を意識しちゃダメなんですよ。なんかその先にあるものをなんかなるほど、手の奥というか。そうですね。はあ。その場でパンってやっても強い反発してなんかあるなっていう。なるほど。やるとはあ、聞きやすくなるという。そうですね。はあ、面白い。これ母子球ですよね。母子球。いや、いいじゃないですか。ちょっと女性の藤井さんもやれるんですか？私がやる。はい。いや、女性がその弱い女性でも手のひらを操作すると男性いけるよっていうのをなんかこう知りたいっていうのがあるんで。さっきの？はい。母子球全体に。今だと全体ですね。ああ、うわ、これめちゃくちゃ興味深い。なるほど。いかないです。はあ。はい。母子球。母子球だとどういう意識をすれば母子球に？いや、もう今触れてるところがここじゃないですか。だからここに集中して先を押す。なあ、来るんだ。おお。来ました。すごい。すごい軽い。なんていうか。いや、軽いですよ。やった時軽いです。私は軽いと感じてますね。これはすごく重い。抵抗を感じてますんで。なるほど。すごいですね。いや、もうそうです。裏テク。裏テク。なるほど。軽いって感じた方が正しいやり方です。そうですね。軽い、自分に負担がないやり方が全部正しい。だからその腕力はいらないってことですよね、まさに。そうですね。いや、今日やったな、頑張ったな。それね、違うんですよ。なるほど。うまくできてない証拠ってことですね。はい、これロー球を押す技とかもあるんですか？はい。でもね、ロー球もそうですけども、広告からいきますね。わかりました。なんだ、本当技術でできちゃう部分なので、合谷、これは両手でちょっと持ちましょうか。はい。合谷ってこの親指と人差し指のこの付け根のこの部分ですよね。合谷は。はい。で、両手あるから、2つあるわけじゃないですか。合谷が、はい。で、そこに
僕の体重を乗せる。はい。だからこれも難しいんですけどね、体重を乗せるっていううん。の。だから普通だったら片手相手2つの手だから上がらないんですけども、だからちょっとねこっちに乗せましょうか。もう弱くなっちゃったんで、上がる。ちょ早い先生早い。でもうやったんですか？はい。これね、今のはこっちに乗せました。はい。だからちゃんと僕の足は正しい方向に、ここに体重を乗せる方。もう弱いですよ。体重を乗せてるだけってことですか？どういうことですか？体重乗せてるだけです。変わんなかったですか？なんか見た目。いや見た目ちょっと映ったんですけど。足？いやだって普通に上がらない。足見せたがいいの？足？まあ足は安定してるっていうだけで。ああそういうことなんですね。だからもうこれで弱くなるじゃないですか。いや分かんないです。しゃがめ。いや分かんない。ちょっと分かんない。カメラ上全く分かんないですよ。何これ？どういうことですか？三原さん本当ですか？本当です。急に重くなります。今通常ですよね？今通常です。はい。逆に乗せてみましょうか。じゃあ今度こっち。あ、なるほど。逆に？今度こっちに乗せた。ああ。まあ違う。分かんない。はあ。はい。まあ僕は自然体ですよね。なんかやろうと思ってもちょっとかかんないんで、今宮野さんね強く持っていただいてる状態。こっちにも操作できるし、こっちにも操作できるし。はい。うわもう自在じゃないですか。自在です。はあ。これ僕力弱いかもしれないんで、力持ちの藤井さんに。いや逆だろ普通。女性の方がねか弱いイメージある。めっちゃ強いです。だから持ち方にもよりますよね。今とさっきと同じ持ち方じゃないですか。もうこれでもいいですけど。これもいけるんですか？まあ何でもいけますよ。でもこっちはかけやすいです。ひっくり返りそうになってるやん藤井さん。もう確かに僕の体は何も変わってないか。だからこれだとね結構こっちがねみんなかけにくいんですよ。系統かかる。そう。今の逆側にかけました。こっちの手に。藤井さんの右手にかけたってことですね。ちょっと待って、じゃあ上下変えます。上下変えていろんな。それだとねこっちがねやりやすくなるんです。こうやって。はい。なるほど。だからこっちの方が簡単ですよ。こっちの方がだって肘曲げれるところにあるから。ああなるほど方向的にってことですね。でも両方操作できるようになった方がいいです。っていうかじゃなきゃダメでしょ。こっちこうですね。簡単なところ。だから上にあっても下にあっても関係ない。藤井さんもともと弱いんじゃないんですか？藤井さんめっちゃ強いですよ。じゃあその合谷を合谷に当てないバージョンでちょっと先生動かしてみようとしてみてください。普通に腕力で。じゃあここを働いてるように。こんな感じですか。待ってもうちょっと本気でやってみます。本気で。こんな感じ。いや両手だからねやっぱ大変。まあそうですよね。女性とはいえ両手ですからね。これ本当に上がんないもんですね。今のがなんか腕力バージョンじゃないですか。腕力バージョン。ちょっと合谷バージョンスッとやってみてください。なんとかよ。すげえな。すごいっすね。でちゃんと強く持ってくれればくれるほど。今のだと非力の要請の位置でこういう形になった時によく両手でこう持つじゃないですか。でその時に動かないようにしっかり持ってても今と同じ当て方でまあ弱くなるんです。確かに。でもね僕これを教えないんですよ。なんでかっていうとこれだけに頼っちゃうじゃないですか。で自分の中心力が養えないんですよ。だから教えない。なるほど。だからテクニックになっちゃうっていうのはそこでこうやってやったら確かに上がるんですよ。簡単に。でもつながりがないんですよ相手との。今のは合谷のテクニックを使ったってことですか？そうです。なるほど。けどそれだけになっちゃうと。それだけで非力の要請っていう練習の基本の方はそれだけじゃない練習も含まれてるから。なるほど。教えないですね。でも僕は学びました。もう学んじゃった。これだけでできた気になっても自分の体作られてないからね。何も承認欲求だけで終わっちゃいますよね。なるほど。で、結果
合谷に当たってたんだよっていう感じになるってことなんですかね。まあ、普通にいたらね、そうです。なっていくってことですね。はあ。こういろいろな解説があるけども、塩田剛はそうはやってないんですよ。そんなテクニックとかじゃないです。ただ自分の中心を当ててるだけ。で、そうやれば自由自在なんですよ。どういうことですか？それが次説明する老球。老球って手のひらの真ん中あたりらしいですけども、だからさっき言ったようにこの手の延長のここの部分に当てる。そうするとね、つながりが生まれる。つながりが生まれるって、一体になるんですよ、相手と。ちょっとまたよくわかんないこと言い出しましたね、まず。まあちょっとやってみましょうか。だからこれバラバラだから何をやろうとしても動かないけども、一旦老球に当てると、もう横に動けば横に動くし、ね、ここでつなげれば下に下がるし、何をやっても。だから相手の肘をね、上げれるし、ここはね、全部ここに当ててんの。それを手で当てるんじゃなくて、構えで当てる。そうすればこう浮いてくる相手が一旦ここに当ててるんです。でちょっと力ませてる相手を。三原さんは当たってるなっていうのは感じるんですか？ここの重みは感じます。この最初先生がこう当ててきた時に、当ててきた時に、当ててきたってもう当たってますね。今は反発してます。こういうふうに。じゃあ耐えれないんだけど、だから体普通にして、膝柔軟にして、でも後ろはピンとなってて、それを揺れみのない体で当てる。だから腕が曲がってたり、僕たちではね、後ろ足をピンと張るっていうんですけども、後ろ足が緩んでると、繋がんないんですよ。だから後ろ足ピンと張って地面から伝わるのをここにこう流してる。ね、何でもできるっていう。でさらに老球に当てて、そうですね、老球。だから最初こうやって強く持たれてたら相手ここも強いから、相手側面入り身にしたくても側面入り身相手を横にできないんですよ。だからここ当てることで、こう側面にできるから側面入り身投げっていう。操作がないとね。だからこれ自分を相手に当てるとかね、なんかスピリチュアル的に言ったら自分の姿をね、相手に映すというかね。そしたらもう本当にこうなってくれるんですよ。不思議ですね。不思議ですね、本当に。僕は力が弱いかもしれない。毎回言うな。毎回皆さん言うな。藤井さん来ましたね。大抵なんか下げようと思うと、指にかかるじゃないですか。僕が置いてきて、相手が強いから、こうなっちゃうんですよ。で結局はね、こう当ててね、こうしないといけない。藤井さんがくちゃくちゃになりながら倒れていってる。今の方がなんていうかな、こっちには圧力がないで自分が軽くなったんで倒れちゃったんですよ。なんか強い打たれた感じじゃない。自分が軽くなっちゃった感じがする。こうやって飛んでいっちゃったじゃん、投げられたというか。面白い。無力になってる感じ、相手が。手でやるとここ結構反発してくる。重い感じはしますよね、多分力と力だと。僕も大変ですわ。でもそれをこうやることで軽くなる。すごっ。すごいです。まあ老球に当てる。まあ技の解説すればもっと長くなりますけども、とりあえず手のひらのこういう仕組みを使ってるんだよ、合気道はっていうことですかね。ちなみに仕組みを使ってやってないけども、言語学化するとこうなんだなっていうのは会員さんに教えていただいてますよね。老球って言葉も知らないですし、僕は老国って言葉も知らないし。なるほど。さっきの広告のここ、もし両手は上だったらこうだったら当然下、肘が曲がる方に当たっちゃうんじゃないですか。上だったらどうしますか？こっち両方だって肘曲がる方じゃないから。いやでもこういうことでもほら弱くなる。
今は藤井さんの左手の合谷に効かしてるってことですか？今ね右手。右手なんだ。でも右左両方同じ方向。確かに。こっち先に受けちゃったんです。でもこれ肘を曲げることじゃない。今僕の肘は全然逆方向だ。ここだったらこっち当てりや。やりやすいけど。やりやすい。上だったら。上だから。あとはね、相手に持ってもらってやっぱありがとうっていう気持ちを持たなきゃいけなくて、だからすごい脱力してるんですよ、僕の手が。だからどこにでも操作できる。力んでるとほら当たるところないけども、ほら今はどっち？これ上の手上の手正しく笑っていやすごいな。重いですよ。だから僕の体重が乗ってますもんね。そうなんですね。でも同じここに当たってます。だから同じです、同じ。肩を。楽ですよ。重いですよ。なんか受ける方はですね。そう重いです。重いですね。なるほど。いや何でもいける。なるほど。必要ですよね。優しい気持ちね、本当自然体無理のない体を作るにはやっぱ合気道が向いてるっていうことなるほど。いや違う話ずれてきとるわ。今日はその手のひらが大事って言うけども、どうなんですかっていうことを取らせていただきましたけども、今のように強い力も弱くできるよということで、合気道は高齢者の人とか女性もできるっていうことの一つのポイントを教えていただいたっていうことでよかったですかね。はい、そうですね。ぜひ皆さんも頑張って研究してみてください。ありがとうございました。バイバイ。楽しそう。朗希を抑えてくれてる。